今回はこちらですね。スライモンの代名詞と言っても過言じゃないと思います。リバーブブルースカイの紹介です。ブルースカイというとですね、本当にね綺麗で澄んだ青い空のような美しい残響が特徴のリバーブエフェクターです。本当にね一世を風靡したと言ってもいいぐらいのですね、素晴らしく人気もある商品です。現在はですね、ブルースカイ V2 っていうのが出てるんですけども、今回紹介するのは、まずは元祖を紹介したいということで、スライモンの元祖ブルースカイを紹介していきたいと思います。今箱に入ってるんですけど、これね、中古です。人が使ったものをお借りしています。開けていきましょう。箱もね、結構ね、かっこいいんですよ。段ボールのようなね、印象なんですけれども、これね、ちょっとおしゃれな感じになっております。書類がもろもろ入っていたり、これ非常に重要なんですけれども、純正のアダプターが入っています。ではね、筐体の方を見ていきたいと思います。じゃじゃんと、こんな感じでございます。綺麗ですよね、このメタリックなブルー。いろんな方のエフェクターボードにもね、よく見られるスライモンのブルースカイです。このね、鮮やかで綺麗な、なんていうんですかね、少しだけ緑がかった青というか、エメラルドグリーンっぽい青なんですけども、非常に綺麗です。レフトイン、ライトインがありまして、ステレオインの仕様になっています。で、アウトもレフトアウト、ライトアウトがそれぞれあって、ステレオで使えます。で、ここに電源があります。こんな感じですね。5つのつまみと、この2つのスイッチですね。このストルグスイッチ。このスイッチで音を作っていく仕様です。そしてですね、ここにバイパススイッチがありますんで、ここでオン、オフを切り替えて、でこちら、フェイバリットですね。これでお気に入りの設定を一つ設定することができて、このつまみは別の設定にしていたとしても、フェイバリットで登録した設定をすぐに呼び出せるということになります。この辺のね、つまみだったり、このスイッチの仕様っていうのは、この動画とか、この動画で紹介したようなスライモンの他の筐体ですね。ここにはイリジウム上げてますけど、とほぼ同じですね。で、これ今、初代のブルースカイなんですけど、今出てる現行のブルースカイは先ほども申し上げたみたいにブルースカイ V2 バージョン2ですねとなっていまして、新しい仕様になっています。なので今から新品で買う人はこの仕様じゃないんでご注意ください。新しいモデルとの違いというと、トーンシェーピングっていう機能があって、これとは別にですね、シマーつまみがついて、だからこの下の段がね4つのつまみになっています。そのシマーつまみでこのシマーの微調整ができたり、あとはですね、後ろの入出力関係もパワーアップされています。インプットでこのモノラルとステレオの切り替えスイッチとかがついてたりします。あとですね、これミディに対応していて、ここにね、ミディスイッチ、ミディを制御するためにつなぐですね、ミディジャックだったり USB を介してリモートコントロールできるようになります。ミディでコントロールできるようになります。V2 とはですね、それらの違いがあります。ただね、V2 が新しいとはいえ、このブルースカイもね、素晴らしいので、ぜひね、今回は音を聞いていただきたいと思います。でね、V2 新品で買うお金はないけど、安くなってるこの初代ブルースカイだったら手が届くという方もね、いらっしゃると思うんで、そういう方のね、参考になれば幸いです。ということでですね、どういう音がするのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。ということで、行ってみましょう。ということで音を見ていきたいと思います。ギターはギブソンの ES335 からですね、こちらの動画で紹介したコッホのペダルトーンというプリアンプに入りまして、でそのセンドリターンにこちらですね、ブルースカイをつないでいます。でそのアンプのラインアウトから出力して音声を収録しております。バイパスの音はこんな感じです。ギブソン ES335 のミックスポジションです。こんな感じです。それではですね、こちら、ブルースカイをオンしていきたいと思います。まずはですね、モードがノーマル、モッド、シマーというね、3モードがあります。そしてタイプがですね、プレート、ルーム、スプリングという感じでね、リバーブタイプも3つあります。このね、2つのモードとタイプのトグルスイッチと、この5つのつまみですね、これを駆使して音作りをしていきます。まずはですね、モードですね、ノーマル、そしてタイプはプレート。こちらでですね、全部つまみは12時の状態でオンしていきたいと思います。スイッチはこちらですね、バイパスっていうのがありますので、こちらオンします。こんな感じの音です。こんな感じですね。バイパスもう一度。これが非常にですね、音域が綺麗な音かなと思います。ではですね、つまみを回していきたいと思います。こちら、ディケイコントロールですね。リバーブのディケイタイム、減衰音ですね、を調整します。音を鳴らすと、さっと消えていく感じですね。残響が綺麗に残るんですが、これをちょっとわかりやすいように、マックスにすると、こんな感じでエフェクト音が残り続けます。ですので、このくらいだと、
こんな感じになります。なので、これを右に回していくほど残響が残ります。次はですね、ディケイを最小にします。すると、残響音がほとんどなくなります。ちょっと残ってるんですけど、こんな感じであまり残響の残らない音にできます。これもですね、この辺にすると、こんな感じになります。次にですね、ミックスですね。こちらはエフェクト音とドライ音のミックスです。今12時の状態でエフェクト音とドライ音が半分半分で出力される状態です。このミックスをマックスにすると、こんな感じで原音が0になります。エフェクト音だけが残ります。そして次にですね、ミックスを左に振り切ると、お察しの通り、原音だけになります。なのでですね、これもいいバランスで調整してあげるといいのかなと思います。で、次に、このローダンプ。ここはですね、ローは低域、ハイが高域のコントロールです。リバーブ信号の低域、高域のダンピングを行います。リバーブのディケイ信号をトーンコントロールで低域、高域をブーストカットしたような音質が得られます。ということでですね、わかりやすいように、ちょっとミックスをちょっと強くしてやりたいと思います。ではですね、ハイダンプもローダンプも一旦左に振り切ります。0の状態にします。するとこんな音です。こんな音です。で、これにローダンプをですね、マックスにすると、エフェクト音が低域の持ち上がった音になります。そして、このハイダンプ、これを上げると、もう一回この0で聞いてみましょうか。はい、これですね。で、これを上げると、さっきとは違ってですね、広域がブーストされます。こんな感じで残響にですね、明るさを調整できるという感じです。そしてこのプリディレイですね。このプリディレイというのが、リバーブがスタートするためのディレイタイムですね。リバーブ効果がスタートするまでのディレイタイムを調整します。どういうことかというと、エフェクトにディレイがかかった感じ、効果になります。これをですね、一回0にしてみましょう。残響はちゃんと残ってるんですけども、残響がかかり出すのがピッキングとほぼ同時になってますね。で、これをマックスにすると、タッターンってエフェクトがかかり出すまでに時間があるのか分かりますかね。単音だとこんな感じです。タッターンっていきますよね。で、これがセンターにすると、はい、こんな感じ。で、もう一回0にすると、こんな感じです。もう一回マックスにすると、ワンテンポ遅れてエフェクトがスタートするのがお分かりいただけるかと思います。これでですね、ちょっとディレイがかかったかのような演出ができるつまみになってます。ちょっと幻想的なね、アルペジオなんかにもいいかと思います。またはですね、アンプを歪ませて、プリディレイを上げた音っていうのは、リードなんかにもね、合うんじゃないかと思います。こんな感じですね。ディレイを使わなくても、リードプレイでちょっとディレイをかけたようなことにもできますと。そういうつまみになっています。ここまで5つのつまみを見ていただきました。次に、このモードとタイプの違いの音を聞いていただければと思います。ではですね、モードはまずノーマルで、タイプをいじっていきましょう。今聞いてもらったのがプレートですね。プレートリバーブです。そして、このスイッチをですね、真ん中にすると、ルームリバーブです。わかりやすいように、ミックスディケイをちょっと上げておきますね。さっきまで聞いてもらってたプレートはこんな感じです。
そして次、ルームですね。プレートよりですね、もうちょっと空間を感じさせられる広がりのある音になります。プレートよりもね、広がりのある音になります。こんな感じですね。そしてスプリング。スプリングはですね、スプリングリバーブをイメージしたシミュレートした音になります。この懐かしい感じといいますかね、広域が非常に印象的な音です。スプリングリバーブっぽいですね、ペチャペチャした音とかもですね、ちゃんと再現されておりまして、こういうピョンピョンっていうバネがね、動いてる音といいますか。これがめちゃくちゃ面白いですね。こんな感じになります。めちゃくちゃ面白いです。こんな感じでタイプはですね、この3つのリバーブタイプから選択することができます。そしてモード、これも切り替えていきましょう。比較のためにノーマルのプレートに一旦また戻して音を鳴らしてみます。これがノーマルのプレートです。そしてモッド。これ真ん中のモッドですね。このモッドというのがモジュレーションですね。モジュレーションがかかったリバーブになります。ゴージャスな広がりのあるモジュレーションサウンドが追加されます。ということで、ちょっと音を聞いていただきたいと思います。こんな感じです。リバーブにモジュレーションがかかったコーラスっぽい広がりのある音ですね。これも非常に気持ちよくて幻想的だと思います。非常に揺れててね、気持ちいいですね。もちろんですね、このモッドの状態でもタイプは3つ選べますので、ルームにするとこんな感じです。こんな感じで幻想的な音です。もちろんね、スプリングもできます。こんな感じです。ちゃんとね、ビヨヨヨン感も残ってます。非常にね、気持ちいい音だと思います。そして、島ですね。こちら、トライモンのブルースカイといえば、やっぱりこの音だと思います。今はね、各社、いろんな島があったりするんですけど、やっぱりこのブルースカイっていうのはね、島のね、パイオニアと言いますかね、非常に有名ですよね。島っていうのは、リバーブ音に信号のオクターブ上の音を繰り返し永続的に追加していきますと。ディケイタイムの長さの間ですね。なので、ディケイが長いとですね、すごい倍音を含んだ美しいシンセのような、あーと空間に広がるような、非常にですね、神秘的なサウンドが浮き上がってきます。そしてですね、プレートとスプリングモードでは、オクターブ上の音に加えて、5度上の音も追加されるということだそうです。これもね、説明では上がったらしいんですけれども、音を聞いていただければと思います。まずはプレートですね。こんな感じですね。この後ろにさーっていうようなですね、音が入ってくると思うんですけど、これが島のですね、非常に特徴的なサウンドになります。非常に幻想的な音です。ちょっとね、わかりやすいように、ちょっとディケーとミックスを上げたいと思います。こうすると、こ
こんな感じでね、シンセのような非常にですね、特徴的な音を鳴らすことができます。こんな感じでね、飛び道具だったり、小さくこのシマーを入れて味付けだったり、いろんな活用の仕方があるのかなと思います。シマーっていうのは最近は各社あるんですけれども、ブランドによってですね、かなりシマーって特徴が出るなっていう印象があります。例えばこの動画とかこの動画で紹介したボスのリバーブ、こちらなんかはね、もうちょっとシンセっぽい、悪く言うと嘘っぽい、で、よく言うとギターっぽくないサウンドが特徴っていう風に自分は感じました。そしてですね、こちらの動画で紹介したエンプレスなんかは、これも非常にね、細かくて綺麗なサウンドなんですけれども、ブルースカイより派手な感じよりもうちょっとダークさがあるというか、また違った雰囲気があって、僕はね、それもめちゃくちゃ好きです。ぜひね、他の動画も見てですね、違いを比べていただければと思います。これもルーム、スプリングがあるので、ルームだとこんな感じ。そしてスプリングだとこんな感じです。スプリングのペチャっていう音がね、結構広がりすぎちゃうので、この時はですね、ミックスだったり、ディケイ上げすぎ注意かなと思いました。こんな感じですね、モードとタイプ駆使してですね、音作りをしていく感じになります。そしてフットスイッチが2つついている。こちらですね、この動画とかこの動画で紹介したイリジウムもそうだったんですけれども、フェイブラリットという機能があります。お気に入りですね、セッティングが1つセーブすることができます。で、別のメインで使っているリバーブの音に急遽飛び道具的にシマーの音を使いたいとか、そういう時にシマーを記録して使ったりします。じゃあちょっと記録をやってみたいと思います。音はシマーの音にしておきます。音はこんな感じですね。これを飛び道具で使いたいとすると、この音にしたいと決めてからですね、お気に入りにセーブしたいつまみの状態にして長押しです。フェイブラリットを長押し、そうすると点灯します。これでセーブ完了です。このセーブした状態からこうやってパラメータを変えると、今違ってますよ、今セーブした状態じゃないですよっていうのがこうやって明滅します。今違う音になってますよということを知らせてくれます。で、今回はですね、フェイブラリットの機能を試したいので、プレートリバーブ、この状態ですね。何の変哲もないプレートリバーブですね。デフォルトの全部12時の音です。リバーブを使っていて、この状態でフェイブラリットを押すとつまみは変えてませんが、この音を呼び出すことができます。そしてまたこれを押すとですね、こうやってですね、基本のここにある設定の音になります。これがね、簡単に行き来できるので非常に便利です。こんな感じでいかがだったでしょうか。いろんなジャンルに対応できる素晴らしいエフェクターだと思います。今はね、バージョン2が出てるので、新たに買うならバージョン2。中古でちょっと値段を落として買いたいんだったら、このバージョン1ですね。このタイプのブルースカイを中古で探してみるといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ良くないですか。本当にこれね、好きで、このね、幻想的で、自分の中ではね、明るくて派手なリバーブという印象があります。だけれども、このプレート、ルーム、スプリングの設定でですね、どうとでもできるので、かなり汎用性が高いと思いました。またですね、やっぱ、シマーですよね。ストライモンのブルースカイといえば、このシマーですよね。このシマーが本当に気持ちよくて、飛び道具でもそうですし、本当にちょっとだけ忍ばせるみたいなこともね、できますので、非常にね、使い勝手がいいし、曲の味付けに持ってこいかなと思いました。ブルースカイ、僕も本当に好きなんで、興味があるよって方は、ぜひね、お店に行って思想でもいいですし、今すぐね、ネットでポチっていただいてもいいですし、ぜひね、この楽しさをね、体験していただければと思います。はい。という感じでね、今回はストライモンのブルースカイの紹介でした。このブルースカイの他にもですね、ストライモンの動画何本か出しているので、そちらもぜひご覧になってください。こんな感じでね、僕の動画ではエフェクターの話だったり、ボスのエフェクターの話、あとはギターの話だったり、バンドマンのエフェクターボードの話ですね、などをね、やっておりますので、ぜひね、この機会にチャンネル登録いただいて、また次の動画でお会いできればとっても嬉しいです。ということで、本日はストライモンの大人気のリバーブエフェクター、ブルースカイの紹介でした。本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、バイバイ。